朝早くからウミウシ探し。こんにちは、ほやです。今回は、真鶴の磯で、ウミウシを探します。ウミウシを見つけたら、動画を止めますので、皆さんも、ぜひ、探してみてください。それでは、始めましょう。5月の下旬となり、そろそろシュノーケリングによるウミウシ探しに切り替えようと思いましたが、この日は気温が20度までしか上がらず、少し肌寒い日でした。水温も18度と20度を下回っているので、今回もウェーダーを着て水面上から石をひっくり返しながらウミウシを探します。ひっくり返した石は、できる限り、元の状態に戻します。今回は、どんなウミウシが、見つかるやろか。いました。結構わかりにくいと思いますが、小さな赤いウミウシが、くっついています。石の真ん中から、下の方に、視線を動かしながら、探してみてください。これです。極小サイズのウミウシなので、どこにいるのかわかった方は、ウミウシ探しに慣れてきていると、自信を持ってください。赤キセワタです。大きさは、5ミリくらい、よく見る大きさの、赤キセワタです。全身真っ赤で、のっぺりとした体が、特徴です。何回見ても、ウミウシには見えない姿をしているんだよなぁ。数は結構いると思いますが、大きくなっても、10ミリくらいにしかならず、赤い粒のようにしか見えないので、見落としていることは多いと思います。この石の裏側には、前回まで緑アメフラシがついていたのですが、今回はいなくなっていました。夏も近づいている時期なので、アメフラシのシーズンは終わりのようです。なかなか見つからんなぁ、と思いながら場所を移動していたら、いました。水面上からでもはっきりわかるでっかいあいつです。画面の真ん中から少し左上あたりを探してみてください。これです。アメフラシのシーズンは終わりと言いましたが、このアメフラシはまだ残っています。アメフラシです。大きさは200ミリくらい、よく見る大きさのアメフラシです。この名前の頭に何もつかないアメフラシは4月の中旬くらいから数が増え始めますので、春のアメフラシシーズンの終わりにかけて数が増えてきます。最大で400ミリくらいまで大きくなるのですが、50ミリ以下の小さな個体はほとんど見かけません。いきなりでっかいまま現れることはさすがにないと思うので、成長途中の小さな個体はどこにいるんやろな。アメフラシの撮影を終えた後、紫色の汁を見たいな、と思って、つっついてみたのですが、出しませんでした。かなり強く刺激しないと、出さないんだよな。もっと奥の方に移動しようとしたところ、いました。真鶴ではおなじみのピンク色のウミウシが普通に歩いています。
画面上では、とても小さく見えますが、真ん中より、少し右を、探してみてください。これです。この辺りで、このウミウシに出会うことは、あまりないんですけどね。サガミミのウミウシです。大きさは、30ミリくらい、よく見る大きさの、サガミミのウミウシです。普段は、石の裏側に、くっついているところを、見つけることが多いのですが、この個体は、普通に表を出歩いていました。なんでこんなところに、いるのかは謎ですが、多分、流されて、ここに落ち着いたのでしょう。ピンク色の体は目立つので、水面上からでも、わからないことはないですね。この日の潮回りは、中潮でしたが、最大干潮時刻が、8時46分と早かったので、最大干潮を挟んで、2時間程度の時間で、探しました。なので、いつもは後回しになる、タイドプールの奥の方を、先に探したのですが、何の成果も得られず、結局、いつもの場所に、戻ってきてしまいました。いました。さっきも紹介した、サガミミのウミウシが、普段通りの見つかり方で、いました。2匹いるのですが、どれと、どれか、わかりますか？これです。だいたいこの辺に、いつもいてくれるので、助かります。サガミミのウミウシです。大きさは、20ミリくらいのやつと、15ミリくらいのやつで、よく見る大きさの、サガミミのウミウシです。こちらは、大きい方の、サガミミのウミウシです。水からあげると、へにょっとした感じになりますが、水につけると、美しいです。こちらは、小さい方の、サガミミのウミウシです。このくらいの大きさのやつを、この日は、10匹以上見つけています。5月に入ってのウミウシ探しは、実は、先々週も真鶴に来ていたのですが、その日は、サガミミのウミウシと、オトメウミウシしか見つからなくて、動画を1本作れるほどの、取れ高が得られませんでした。真鶴で、そこまで見つからない日は、これまでになかったのですが、どうしたんやろな。いました。石にばかり注目していると、こういうくっつき方をしているウミウシを、見落としがちです。画面の中央に、白いウミウシが、2匹います。これです。ウミウシを見落とさないためには、視野を広く持つことも、大切なのです。オトメウミウシです。大きさは、25ミリくらいのやつと、15ミリくらいのやつで、よく見る大きさの、オトメウミウシです。サガミミのウミウシと同じく、真鶴では、ほぼ毎回見つかるウミウシなので、助かります。大きい方を、撮影していたら、小さい方が、近づいてきました。ウミウシは、移動するときに、前を進むウミウシの後を、追いかけるように進む性質があるのですが、これも、その一例なのかな？だんだんと、潮が満ちてきているのを、実感するようになってきました。上げ潮の時間帯まで、ウミウシ探しを続けることは、あまりないので、結構新鮮な気分です。
いました。なんか、ネバネバしているところに、埋もれる感じでいます。石の上の方を、探してみてください。これです。こういう、周りに紛れているやつは、見落としがちなんだよな。猫舌ウミウシです。大きさは、20ミリくらい、よく見る大きさの、猫舌ウミウシです。地味な色使いをしている上に、周りの景色に、紛れていることが多いので、結構見落としがちな、ウミウシだと思います。ウミウシは、触覚を探すのがセオリーなのですが、猫舌ウミウシの場合は、虹エラを探した方が、見つけやすいと思います。見つけるコツをつかめば、それなりの数が、見つかるようになります。GoPro の電池が切れた後に、もう一種類、ウミウシを見つけたので、合わせて紹介しますね。ゴマフミのウミウシです。大きさは、10ミリくらい、よく見る大きさの、ゴマフミのウミウシです。名前の通り、体の部分と、ミノの根元の部分が、ゴマだら模様になっているのが、特徴です。ミノの先端に、赤いリング状の模様がついているのも、なかなかいいセンスをしていると思います。昨シーズンは見つからなかったので、2シーズンぶりの出会いとなります。今回は、このくらいにしておきましょう。今回見つけたウミウシは、6種類でした。最後まで、ご視聴ありがとうございました。高評価と、チャンネル登録を、よろしくお願いします。それではまた、どこかの海で、お会いしましょう。